お姉ちゃん、付き合う男はちゃんと選ばなきゃダメだよ。お姉ちゃんは可愛いし、性格もいいけど、おっとりしすぎというか。彼女の妹からニートと勘違いされ見下される俺。抜けてるところがあるから、変な男に騙されたら大変よ。要するに、あんたみたいなニートは社会のゴミ。さっさと別れなさい。その声はフロア中に響き渡り、周囲の注目が俺たちに集まった。その中には院長先生の姿も。やばいことになった。俺は危機感を覚える。そして。気持ちは嬉しいよ。でも私はもう長く生きられないかもしれない。俺は伊藤優太。医師免許を持っているが、先日まで日本を離れていたから、今は定職についていない。要するに、時間にとらわれない自由な生活を今は満喫しているわけだ。以前、大学病院で外科医をしていた時は、忙しすぎて休みはほとんどなかった。それどころか、食事をとる時間さえ満足に取れず、突然呼び出されることも多かった。今は温かい食事をゆっくりととれる。さらにはベッドで朝まで眠れるという幸せを享受している。今日は彼女のゆかりと久しぶりのデートだ。ゆかりとは大学の同期で、受験の日、たまたま席が隣になって挨拶したのがきっかけだ。大事な受験なのに消しゴムを忘れてきた。そのことに直前で気がついて焦る俺。そんな俺を見かねて、ゆかりは予備を持っているからと新しい消しゴムをくれた。ずっと頑張ってきたんでしょ？私も一緒だもの。こういう時は助け合わなきゃ。そう言って笑う彼女はまるで女神のように思えた。そしてこの時、俺は彼女のことが好きになった。幸い、俺もゆかりも無事合格。再会したのは入学式だった。向こうも俺に気がついてくれたから、俺たちは友人になることに成功した。それからの俺の行動はすべて彼女中心になった。なるべく話しかけ、仲良くして、講義の席も近くをキープ。彼女の興味ありそうなことはすべて調べて、話が合うよう頑張った。加えてファッションも研究した。それでも身長だけはどうにもならなかったが、幻滅されたくないから勉強も頑張った。学年でトップの成績を維持できるよう、がむしゃらに勉強したことで、彼女も俺を頼ってくれるようになった。そして大学2年の夏、仲間たちと一緒に行った旅行の夜で、俺は彼女を散歩に連れ出すことに成功した。それは月夜の明るい、まだちょっと蒸し暑い日だった。宿泊先は歩いてすぐの海岸。夜の海は昼とは対照的にとても静かで、波音だけが響いている。いつまでも見ていられそうだね。そういったゆかりの表情は暗くてよく見えない。しかし優しく微笑んでいることは確かだった。ゆかりちゃん、好きだ。シチュエーションというものはいろいろと考えていたが、いざその時を迎えると、ありきたりな言葉しか出てこなかった。え？俺が告白すると、彼女は驚いたように俺の方を向いた。そして彼女の両手を口に当てる。本当に？本当だよ。
受験の時、消しゴムを貸してくれた時に好きになったんだ。お願いだ。俺と付き合ってください。俺はそう言って頭を下げ、右手を彼女に差し出す。永遠とも思える時間。私でよければ喜んで。俺の手に感触が走るのと同時に、ゆかりから OK の言葉が。私もずっとゆうたくんの一生懸命なところ、尊敬できるし、かっこいいなぁと思ってて。本当に？本当だよ。よろしくお願いします。こうして俺たちの交際が始まり、今に至るまで付き合い続けている。長い間一緒にいるせいで考え方が似てきたし、長年連れ添った夫婦のようだと揶揄されることもある。だが俺はいつでも新鮮な気持ちでゆかりに惚れ直している。今日も彼女は可愛い。帰国してからどうしてるの？ある程度会話が進んだ時、ゆかりはそんな風に聞いてきた。まだ拠点が決まってなくてさ。だから当分はホテル住まいかな。俺は収入がないから贅沢はできないけどね、と苦笑する。今はニートだし。ニートって自分で言っちゃう？実際仕事してないからね。収入もゼロだし。俺はしょうもない自虐を口にするが、それでもゆかりは笑ってくれる。そのことが本当に嬉しかった。ただ、穏やかな時間は突然終わりを告げる。突如、お姉ちゃんという声が聞こえたのだ。俺たちが二人揃って声の方向を向くと、そこには一人の女性が険しい顔で立っていた。偶然だね。デート？あら、みのり。本当に偶然ね。そうよ。今デート中なの。ゆかりは、こちら伊藤優太さんと俺を紹介する。この子は私の妹のみのり。ゆかりから妹さんを紹介された俺は、よろしくね、と言って握手しようと手を差し出す。しかし、浴びせられた視線はお仏を見るようなもの。無視？この差し出した手はどうすればいいんだ？お姉ちゃん、付き合う男はちゃんと選ばなきゃダメだよ。お姉ちゃんは可愛いし性格もいいけど、ちょっとおっとりしすぎというか、抜けてるところがあるから、変な男に騙されたら大変なんだから。しかしゆかりは、だけどゆうたくんはそんなことないわよ、と返す。さっきの話聞こえちゃったの。この人、ニートで収入ないんですって。イケメンでもないし、背も低いし、どうしてお姉ちゃんと付き合ってるのか、私にはさっぱりわからない。さっきの話はただの冗談よ。彼はね。とにかく私は絶対に認めません。全力で邪魔してやるから。じゃあ、予定があるから行くわね。みのりはそう言って、俺のことを一睨みしてから立ち去った。テイクアウト用のコーヒーを手に持っていたから、おそらくは少し寄っただけなのだろう。あの子、とってもいい子なんだけど、ちょっと思い込みが激しいというか、だけどとっても優秀なの。私たちの後輩なんだけど、成績も良くて、来週から大学病院で実習なんですって。なるほど。俺たちの後輩、つまり、みのりは医者の卵なのだろう。仲良しなんだね。そうなの。可愛い妹なの。そのうち誤解は解けるだろうから、あなたも仲良くしてあげてね。微笑みながらそういう彼女。俺は
それに対してうなずきを返す。それから数日後、俺は所用でゆかりの勤める病院まで足を運んでいた。ここは俺のかつての勤務先であり、さらに言えば、俺はこの病院の付属大学を卒業している。つまり、俺にとってはホームのような場所だ。用事が早々に終わったので、ゆかりの顔を見ていこうと思った。そんなわけで、エレベーターホールで待っていると、後ろから白衣の集団が近づいてくる。どうやら実習生とその監督役の医師らしい。医師たちの方は何人か見覚えがある。ただ、実習生の中にも一人見たことがある顔があった。向こうも俺に気づいたらしい。どうしてあんたがここにいるのよ。みのりは俺を指さして叫ぶ。行儀が悪いだろうと思いながらも、俺は笑顔を作る。俺がここにいる本当の目的は、まだ彼女には言えない。だからどう言うべきか俺が考えていると、みのりはさらにわめき散らす。あんた、もしかしてお姉ちゃんに会いに来たの？何よそれ。ストーカーじゃない。ニートでブサイクでストーカーって、あんたどんだけ最低なのよ。お姉ちゃんには近づけさせないわよ。この犯罪予備軍。ちょっと、みのりさん。名前呼ばないでよ。お姉ちゃんが優しくて、ちょっと騙されやすいからって、解消のない男なんてお呼びじゃないの。ニートはニートらしく、部屋に引きこもってなさいよ。うちのお姉ちゃんには、優秀で高収入で背が高くてイケメンで、優しくて家事も全部こなせる男しか認めないんだから。あんたとは正反対のね。見かねた元同僚が、おいやめろよ、この人は、と制止するが、みのりは止まらない。これ以上お姉ちゃんに関わらないで。居座るようだったら警察呼ぶから。って、あれ？スマホ持ってないわ。あんたの仕業ね。落ち着け。頼むから落ち着いてくれ。お前だいぶ混乱してるぞ。元同僚はそれでもみのりを止めるが、彼女は俺を睨み続ける。あのな、この人は以前この病院に勤めていた外科医の伊藤先生だ。はあ？元同僚からそう教えられたみのりは驚愕し、彼と俺を交互に見る。でも、ニートって言ってたじゃない。収入がないって。ああ、あれはアメリカから帰ってきたばかりで、勤め先がまだ決まってなかったからだよ。収入がないのもその通りだからさ。だけど、医師免許があっても勤め先が決まってなければ無職じゃないの。彼なら今日付でうちに復帰してくれることになりましたよ。そこに割り込んだのは、この病院の院長だった。彼は微笑みながら一枚の紙を手渡してきた。忘れ物だよ。辞令書はここにある。そういうわけで今日から外科で頑張ってもらうことになった。実習の時はお世話になるんだから、みんなも彼の顔を覚えておきなさい。彼は難しい手術を何度も成功させた天才外科医ですからね。彼の技術を見るのはとても勉強になりますよ。俺が今日この大学病院に来たのは、またここで働くためだ。アメリカに行きたいと言った俺を快く送り出し、さらに帰る場所も用意してくれたのはこの院長だ。院長は俺の実力を高く買ってくれていて、だからこそ俺のわがままを許してくれた。まあ他にも院長には
いろいろと借りがあるので返していかなければならないのだが、お前は外科志望だっただろ。伊藤先生にはいろいろ世話になるから、今のうちに謝っとけ。みのりに謝るよう彼女の肩を叩く。しかし彼女は唖然とした様子で、信じられないとつぶやいていた。正直仕方ないと思う。自分で言うのもあれだが、俺はどうも頼りない見た目だ。下手すると学生にしか見えないとまで言われることがある。ずっとお姉ちゃんのことをほったらかしにしてたじゃないの。お姉ちゃんが寂しがってたの、私知ってるんだから。だから彼氏がどんなやつか一目見てやろうと思って、あの時後ろをつけてたの。そうしたらこんなに頼りなさそうなやつだから。ゆかりを寂しがらせていた。そう言われてしまうと俺は弱い。みのりはゆかりのことが大好きなのだろう。だからこそ俺に対してこんなにも攻撃的なのだ。寂しがらせているような彼氏がニートだった。そりゃあ文句を言いたくなるのも仕方ない。それに引き止めるゆかりを説得して一人米国に渡ったのは紛れもなく俺だ。それは俺が口を開いたとき、いつもの館内放送とは違う音が鳴り響いた。医師全員の顔色が変わる。コードブルー、コードブルー。医療スタッフは循環器病棟検査室に集まってください。放送を聞くや否や、俺は走り出した。コードブルー。命に関わる重大な急変が発生した際、医療スタッフの手が必要な時に放送されるもの。数名の医師や看護師も急いで駆け出す。誰かの命を救わなければならない。そんな感情もあったが、実は嫌な胸騒ぎがしていた。実は今日、ゆかりは持病の検査のため、この病院を訪れている。毎日医師として勤めているが、今日は非番。検査は待ち時間が多い。だから少しは顔を見られるかと思い、俺は用事が済んだら彼女のもとに向かうつもりだった。ゆかりは心臓に珍しい疾患を抱えている。そのため定期的に検査を受けているのだ。大学病院に検査に来る人なんて何人もいるはずだし、彼女とは限らない。しかし、俺の予感は的中してしまう。看護婦は、ゆかりさん、しっかり、ゆかりさん、と必死に呼びながら心臓マッサージを続けているのは紛れもなく彼女だった。ゆかりの顔は青白く、目も固く閉じられている。ぐったりしていて、呼吸状態もあまり良くない。どういう状況なんだ？俺は近くの看護師に状況を聞く。検査が終わって部屋を出るとき、突然倒れてしまって、応急措置を始めて現在2分。AED は手配してあります。わかった。代わろう。お願いします。俺は、ゆかり、目を覚ませゆかり、と必死で訴えながら心臓マッサージを繰り返す。しかし、ゆかりの目は閉ざされたままで、状況は何も変わらない。お姉ちゃん、嘘、なんで？遅れてみのりが駆けつけるが、構っている暇はない。俺は必死に声をかけながら心臓マッサージを続けた。AED 到着しました。一人の医師が AED を持って現れ、テキパキと準備を始めた。準備できました。離れて。電子音とともに
電気ショックが与えられた。だが状況は変わらない。ゆかり、ゆかり。俺は次の電気ショックまでさらに心臓マッサージを続ける。電気ショックします。2回目の電気ショックの後、少しだけ反応だ。心拍が戻ったということだが、まだ安心はできない。手術室の手配ができた。頼めるか？もちろん行けます。院長の反応も迅速だ。実は院長はゆかりの病状を把握していて、働きながら治療することを認めてくれていた。また、検査結果や病気の進行も逐一報告してくれていた。ゆかりの病気は日本ではほとんど症例がない。つまり、どう治療すればいいのか、ほとんどわからない状態なのだ。ただ対症療法で症状を抑えるだけ。少しずつ心臓が弱くなっていくのをただ見ていることしかできない。それでも彼女は病を受け入れた。そんな時俺はアメリカで似たような症例が複数確認され、さらには手術によって完治したという論文を見つけた。それは俺にとって希望の光だった。彼女の病気が治るのならどんなことでもする。こうして俺のアメリカ行きが決まるが、当のゆかりが難色を示した。気持ちは嬉しいよ。でも私はもう長く生きられないかもしれない。そんな時にあなたが近くにいてくれないのは寂しい。一人は嫌。お願い、そばにいて。私にはもう時間がないのよ。少しでいいから思い出を作ってよ。そんなこと言わないでほしかった。俺は誰よりもゆかりが大事だし、ゆかりがいなかったら俺の人生は無意味になってしまう。頼む。君が君の命を諦めないでほしい。君は医者だろ。医者は命を諦めちゃダメだ。そして俺は君を助ける。それまで待っていてほしい。と誓った。頑張って生きていてくれ。そんな俺の訴えを受けて、最終的にゆかりは折れてくれた。待ってるからね。信じてるからね。任せとけ。超特急で学んでくるから、それまで体調管理には気をつけて。そっちも体調崩さないでね。それから1年半。思った以上に時間はかかってしまったが、アメリカで何度か手術を経験し、症例の研究もした。そして俺はゆかりを助けられると確信して日本に戻ってきた。手術ってどういうこと？お姉ちゃんはそんなに良くないの？私にはちょっと体調が悪いだけだって。やがて人の波をかき分けてみのりが俺に近づいてきた。彼女もまた顔面が蒼白で今にも泣き出しそうだ。至極当然の話だ。大好きな姉が突然心肺停止状態になったのだから。心配をかけたくないから君には教えなかったんだろうね。きっと治る自信がゆかりにはあったんじゃないか。でも俺が治してみせるから大丈夫。そのためにアメリカまで行った。生半可な気持ちで海を渡ったわけではない。ゆかりに言った言葉は自分に言い聞かせた言葉でもあった。君はご両親に連絡をして。大丈夫さ。医者が患者の生命力を信じなくてどうする？君のお姉ちゃんは強い人だよ。
そんなこと、あなたに言われなくても知ってるわ。お姉ちゃんはこんなことじゃ負けないんだから。だけど、あなたのことも信じるわ。お願いします。お姉ちゃんを助けて。絶対に助ける。俺は決意を胸に手術室へ。それでは、オペを開始します。こうして始まった手術は10時間にも及んだが、それでも無事成功した。手術から数週間後、俺はゆかりの病室を覗いた。そこにはみのりもいて、二人は楽しそうに話をしている。体調はどう？順調に回復してるわ。みんな親切で快適。歩き回れないのが残念だけど。そりゃ一回心臓が止まってるからな。もう少し我慢してくれ。そういや、みのりちゃんは実習は休みなの？みのりは今日は休み。明日からは外科に行くことになってる。よろしくお兄ちゃんと返してくれた。先日の一件以降、みのりの俺を見る目が変わった。しっかりコミュニケーションが取れるようになったので、内心ほっとしている。喉乾いちゃった。二人ともごゆっくり。みのりは突然、そんな風に言って立ち去る。俺は内心感謝しながら、ゆかりのベッドの横に腰掛けた。一時はどうなることかと思ったけど、本当によかった。全部ゆうたくんのおかげだよ。初めて会った受験の日、消しゴムを貸しただけなのに、命まで助けてもらっちゃった。ゆうたくんと出会ってなかったら、私の人生全く違うものになってたわね。本当にありがとう。ゆかりはそう言って俺の手を取る。彼女の手は温かかった。ゆかりがいなかったら、俺だってここまで一生懸命に生きてないよ。大学の勉強だって、医者になってからだって、ただゆかりにいいところを見せたいから頑張れたんだ。君は俺の生きる原動力なんだよ。じゃあ、お互いいなきゃダメってことね。そうだな。だから、長生きしてくれよ。この後、ゆかりは無事に退院し、職場復帰を果たした。今は体調と相談しながら、自分なりのペースで日々を過ごしている。一方、みのりは一生懸命実習に取り組んでいると聞く。勉強熱心だから将来有望だろう。俺の執念は見事ゆかりを救ってみせた。ただこれは俺一人の力ではない。ゆかりの生きると思う心や周囲の人間たちの手助けあってのこと。愛する人と過ごせる日々は決して当たり前ではない。だからこそ一日一日を大切に生きていきたいと俺は思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。